んにちは。いつもご視聴ありがとうございます。それでは第3回放送をやっていきます。まず、剣術修行と千葉家の人のレコードを上げていきます。坂本様、お手紙が届いていますよ。実家のお姉様から。お兄王様か。元気でやっちょるかの。龍馬殿。江戸の暮らしはどうですか。ちゃんと毎日ご飯を食べておりますか。日々修行に励んでますか。私の方は、読み切ってからこのところ腕がなまって仕方がありません。男であったなら、あなたのように土佐川出て剣術修行をしているはずなのに、なぜ女になど生まれてきたのかと思うと、悔しゅうと夜も寝られません。白く、巨人の誘惑に負けずに精進し、武士として恥ずかしくないよう身体を磨くのですよ。それぐらいも体には気をつけて。乙女。相変わらずじゃん。乙女さんとおっしゃるんですか。どんなお方なのです。妹敵は足ほどもある大女じゃ。乙女姉に相撲で勝てるのは、男でも今朝の高知に10人いるかどうかっちゅう高潔よ。まあ、わしの見物の最初の死でもある。男に生まれとれば、さぞや7割以上不利になっちゃろうに、かわいそうな人じゃ。男でないのはかわいそうなのはおかしいです。その女ですけど、剣の修行をしています。それはちょっと違う。サナさんは剣術道場の娘じゃきに許されるっていう場所よ。しかも土佐の田舎じゃ、年頃の女子はかくあるべきっていう思い込みが強い。簡単にはいかん。そういうものでしょうか。サナは、そんなのは嫌です。姉さんもきっと嫌やろう、君。かわいそうじゃ。では、前回少しお話しした田中さんのその後の人生についてお話を続けたいと思います。日本経済新聞2010年7月10日から、坂本龍馬の婚約者で生涯独身を貫いて支える千葉佐奈、1838年から96年が龍馬の暗殺後、元鳥取藩士と結婚していたとする明治時代の新聞記事が3日までに見つかった。旧鳥取藩の文書から藩士の実在が確認されるなど、発見した歴史研究家朝倉優さんは、記事はかなり正確としている。故司馬遼太郎氏のコラムなどから独身説が広く知られているが、記事は通説を覆すことになりそうだ。佐奈は北進一刀流を開いた千葉周作の弟、佐々吉の娘。江戸での剣術修行で千葉一門に入門した龍馬は佐奈と知り合って婚約したとされている。記事は明治期に横浜で創刊された毎日新聞。過去現在の毎日新聞とは無関係が1903年8月から11月に連載した千葉の迷宮。佐奈が晩年、戦時で営んで宮中の来歴などを描く内容で佐奈の死の時に取材して書かれた。10月4日から5日の記事によると、1873年に横浜に移り住んだ佐奈が、佐々吉が近日師範役を務めていた鳥取藩の元藩士、山口菊次郎から求婚され、龍馬の仲居と住んだことから自覚した。しかし価格の低さもあり、佐々吉が反対。お前の命はかつて龍馬の霊前に捧げようとしたものではなかったのか、などと怒って佐奈を切ろうとしたため、近くの諸家が仲裁に入り、翌年4月に結婚した。菊次郎の身持ちの悪さなどから10年経たず離縁。戦中に移り住み、亡くなるまで再婚しなかった。現在もですね、この旧地院の跡地っていうのは残っているみたいです。機会があったら、この動画でも行ってみて紹介したいとは思っています。龍馬よ。何でしょう。来月の10日におめえの試験をやるぞ。合格したら目録をやろう。ちゃんと稽古しておけよ。ここで、単調な稽古と千葉佐々吉さんとの信頼だけという作業に入るので、5倍速でお送りしたいと思います。画面よく見ていただけると、もしかしたら気づくかもしれないんですけれども、まだこの段階だと目録を取っていないために、江戸から外に出ようとしても出ることができません。それでは、少し早送りでお送りします。
おう、龍馬。今日もいい天気だな。本晴れってやつだ。こんな日は外で昼寝でもしたいですの。バカ野郎。こんな日は稽古するに決まってんじゃねえか。寝ぼけてんじゃねえよ。先生は厳しいの。ははは。冗談だよ、龍馬。ところで江戸に来てから知り合いは増えたかい？ 1、いえ、あまり。2、何人かは増えた。いえ、あまり。そうかい、次第いけねえな。江戸にはいろんなところから人が集まってきてるんだ。今のうちにいろんな人に会っておいた方がいいぜ。お前はきっとすごい男になると俺は見てるんだ。俺みたいな一回の研究じゃなくて、もっと出ないことをするような大人物にな。ちゃ。先生、それはわしのことを買いかぶりすぎじゃん。そうかい？俺はまだ人を見る目だけは追っつけちゃいねえがな。まあ人に会っとけば、後でいろいろ役に立つこともあるだろうから、こまめに探してみるんだな。飯屋なんかで近所にいる連中の噂は聞けるからよ。そうしたら、そいつがいる場所を訪ねてみな。家や城に入れてくれないようなら、その前で探してれば、そのうち出てくるだろうから、面会を申し出てみるがいい。そうですな、いろいろとやってみますきに、大きにありがとうございます。お、頑張れよ、龍馬。でも稽古はそれ以上に厳しくやれよ。10日は目録の試験だからな。いや、大変じゃ。では、これ、再度早送りをします。佐々木さんなんですけれども、結構いい情報をくれるので、後で話を聞きたいと思います。今日はおめえの試験だ。目録の門人に勝てりゃここから心の準備はいいな。いきないですかの。そうだ、両者前。今回は3本勝負です。始め！いいだろう、目録を授ける。江戸を出ることを許すが、あんまり遠出しちゃならねえぞ。守護を断らないこった。いいな。修行の成果が見えるようなら、来年早々にさらに上の段位をやろう。ということです。これで江戸の外に出られるようになりました。では、少し江戸の外に出てみたいと思います。水戸、桜、品川、鎌倉、平塚、日野、大志、大宮浦和、ちょっと品川に行ってみます。少し品川を散策してみます。散策に以下の場所を見つけました。門前茶屋、御殿山、土蔵相模、吉田屋、品川特産品問屋、品川港。この土蔵相模はですね、高杉晋作らが会合を行った場所です。散策する東禅寺、品川2役所。今はですね、土蔵相模跡はマンションとコンビニになっています。品川料亭。では、これで江戸に戻りたいと思います。そうだ、この情報を教えてあげよう。国書への幕府の対応、アメリカへの対応について意見を多方面に求めたが、対応策はまとまらなかった。
諸藩の改革が進む。各地の洋藩では財政、軍事に関する改革が進んだ。また身分差に関わらない人材登用も広く行われた。条約締結を迫る列強。アメリカとの条約締結により、幕府は他の国々からの条約締結要求を拒絶するわけにはいかなくなった。領事ハリスが来日する。日米和親条約の領事間規定をもとに、ハリスが領事に着任した。幕府国司を受領する栗浜にて、フィリと浦賀奉行との間で国司の受領が行われた。坂本様。ああ、佐野さん。私学館の竹地さんってお友達なんですか？そうですが、奴が何かやりよったかですか？ええ、私の友達が暴漢に絡まれているところを、その竹地さんに助けていただいたんですよ。今二人でお礼に行ってきたところです。ほう、アギがそのような善行を。アギっちゅうのは土佐言葉で顎のことでして、顎がはっちょるきに、アギ。まあひどい。坂本様とは違って、凛々しいお方でしたよ。そりゃあ手厳しい。あの年ですでに、江戸三大道場の一つ、私学館の師範代。国元には可愛い奥さんもいらっしゃるそうで、とても坂本様のお友達とは思えぬほどご立派ですね。勘弁くだされ。半平太と比べるのは酷ぜよ。坂本様はご結婚なさらないのですか？1、結婚したい。2、まだしない。修行中の道秋。じゃあ、修行が終わったら結婚したい。しばらくしない。わからん。わしには、なんちゅうか、やらねばならんことがある。何ですか、それは。それが、わからん。坂本様が何をおっしゃっているのか、さらにはさっぱりわかりません。今はわからんが、じきにはっきりするはずです。うまくは言えんが、それまでは嫁をもらって、なんちゅうことは考えられんがです。何も考えてないようで、いろいろ考えてるんですね。今日はやけに厳しい。そうかしら？お邪魔してすみませんでした。それでは。ちょっと私学館の半平太に会いに行ってみましょう。おお、龍馬。本社善行をやりよったらしいな。ああ、別に善行というほどじゃない。おかげで散々に当てこつられた。あのお嬢様、お主の道場のはったかの方じゃがの、剣の腕前も相当なもんじゃ。ほほう。恩師があんまりいいところを見せると、比べられて文句を言われる。なんじゃお主、吹聴画か？1、いや、2、考えたこともなかったが、そうかもしれん。ははは、そりゃすまんかった。これからは気をつける。では、千葉道場に帰って、もう少し、佐々木さんから情報を教えてもらおうと思います。そうだ、この情報を教えてあげよう。日米和親条約の締結。横浜での交渉の末、日米和親条約が締結された。
長きにわたって戦闘はここに破られた。いや、龍馬じゃない。何か了解。そうだ、この情報をしてあげよう。モリソン号事件。日本人漂流者を乗せたイギリスのモリソン号がプレート薩摩で砲撃を受けた。なお、正しくはアメリカ船なのですが、当時の日本人はイギリス船と勘違いしていました。広く意見を求める。異例にも幕府は、普段は政治的な意見を出すことができない身分の者からも対応策を上申させた。ゲームスタート段階なので、かなり情報が溜まってるんですよね。それなので、ここでは、かなりいろんな情報を佐々木さんから聞きます。この後はですね、何か歴史的なイベントが起きたりすると、情報カードがちょっとまとまって出てきたりします。そうだ、この情報を教えてあげよう。条約内容の相違点。条約の翻訳ミスから、幕府はハリスの領事着任を認めざるを得なかった。翻訳ミスが何箇所かあったみたいなんですけれども、どういう時に領事を着任することができるかというところで双方の違いがあったようです。イギリスの市場拡大政策。イギリスは国の発展のため、貪欲に市場を獲得しなければならなかった。この市場獲得欲が戦争を引き起こした。戦争への幕府の対応。指揮者の中にはアヘン戦争を憂慮する声があったが、幕府は隣国の不幸に手をこまねいているばかりだ。だいぶ情報カードを入手したので、次回の放送では一回、論戦を挑んでみたいと思います。日英和親条約の締結。対ロ宣戦布告書を示し、ロシア軍艦監視のための英仏軍艦の寄港を要求した。水戸藩の改革、積極的な解剖の強化が行われたが、上層門閥派と改革派の対立が深刻となった。日露和親条約の締結、ペリー来航に続いて長崎に来航したロシア司令官チャーチンとの交渉の末、日露和親条約が締結された。日蘭和親条約の締結。米ロとの条約と同じような内容の条約締結を要求。幕府は認めないわけにはいかず、条約を締結した。幕府との違い。軍備中心の幕府の改革と違い、諸藩の改革は財政、農政、民政方面にも及んだ。ペリー退去する。幕府から即答を得ることを不可能と考え、来週に再び来航することを告げ退去した。国書の内容について、米国との友好通商補給庫の開港、難破民の保護を求めているものであった。品川台場の工事を打ち切り、財政難のため品川の第4台場の工事は途中で中止となった。和親条約の内容、下田函館の開港、食料などの供給、外交官の下田調剤、再傾向契約官の承認などが盛り込まれていた。幕府の裏返し策、のらりくらりと格闘を与えず、反対を待機させようと考えていたが、ペリーはそんな手には乗らなかった。
通商を拒否した幕府。幕府は新たな外国との通信通商は行わないことを通告した。しかし内心は裏側に現れた黒船に脅威を感じていた。徳川成明の強硬論、オランダ国王の勧告をイラのお世話とし、打ち払い令を復活させようとするなど強硬な意見を述べた。江戸の町も新しゅうなってきたの。外国船襲来に備えて各藩に沿岸防備が命じられてんだ。各藩の藩士たちが次々と江戸にやってきていくからな。刀や槍で鉄売の黒船にかなうかの。船は無理だよ。でも敵が日本の全土を占領しようと思うんなら陸に上がってこなきゃならん。なるほど。なに、大和魂とに本当の切れ味を持ってすりゃ、奴らを追い払うなんてどうさもないことだ。1、そうだ。2、いや。敵は銃を使ってくるろ。そうは言うが、今のご公儀の汚しは見てられんだろう。やはりここは上位しかない。1、上位とは。2、その通り。上位について聞いてみましょう。上位、中太、それは何じゃ。りょうさんよ、太平の世の中を終わろうとしてんだ。時勢に疎いようじゃ取り残されるぞ。難しい言葉は食えず邪気に。上位っていうのは遺敵を払う。平たく言えや、異国人を追い払うってこと。黒船を追い払う。ああ、現に夕飯の中には上位を支持する殿様がたくさんいると聞くぞ。土佐藩主、山内陽道殿もその一人だ。剣は居合の達人、馬術に優れ、学識高く、知才あり、浮気に酒豪で男売りもよしてきたもんだ。まさに東大の英雄だね。なんだ気のない返事だな。あんたの国の殿様じゃないか。殿様は殿様、わしら豪士には関係ないぜよ。さあ、不思議な国だな。上司と豪士はまるで別国の武士だ。上司らもともと土佐っぽでないきに。お国の事情はよくわからんがな。今のところワイらにできることはひたすら剣の滅末に邁進することだ。そして国を挙げて上位と決まったらワイらもすぐさま発せ参じるのよ。1、そうだな。2、そうかな。そうかな。御社偉いの。わしはどうしたらいいかようわからん。りょうさん、そんなこっちゃいかんぞ。もっとしっかりしてくれよ。海防軍備充実策、品川沖台場、伊豆韮山反射炉などの建設、工部所の設立などが行われた。身分を問わない人材登用。現在の身分を問わず優秀な人材が抜擢されていった。幕府の自局対策、列強の強大な武力を背景に開国を余儀なくされたため、これに対抗する軍備の充実を図ることを目指した。アメリカからの贈り物。条約交渉の間にアメリカから通信機器や機関車の模型が送られ、列強の文化に触れることができた。ではちょっとここも早送りします。佐々木さんから情報を聞いて、これでもう全部、今聞ける情報は聞き終わったみたいですね。それでは、次回、その討論で試してみたいと思います。今日の放送はここまでです。どうもご視聴ありがとうございました。